北の恋人さんです。おはようございます。大丈夫かな。くるくるホイールさん、おはようございます。ライムちゃん、トシさん、皆さんおはようございます。まさやさんもおはようございます。今日ちょっとお兄ちゃんの方から何かお話があるそうですので、皆さんよかったらお付き合いください。今映ってます。ちょうど50分です。じゃあこれは何ですか。飛び込んでます。これみんな見えてる。ちゃんと見えてるから、ここがいいと思う。飛び込んでいます。ここでいいです。これは飛び込んで。一個一個説明してあげてください。これは人です。人です。これはみんな応援しています。これ手前にいるのがこれ応援している人ですって。でこれも飛び込んでる。これ何してる人どこなんですか。散歩しています。散歩してんの。飛び込んで散歩してるの。何人人がいるんですか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15ということで、皆さん、伊藤千恵さんもいますよ。千恵ちゃんってほい。千恵ちゃん。おーいって手振ってみ。おーい。おーいって。おーい。手振って。おーいって。おーいって。ね、なんだろう。飛び込んでる千恵ちゃんがなんだろうって言ってるよ。もう一回教えてあげて。これは人で、この人たちは応援しています。応援してます。ということだそうです。皆さんにどうしても見てほしかったそうなので。飛び込んで。飛び込んでますか。スパイダーマンのあれでしょ。ピューっと今日スパイダーマンの服をちょっと立ってこれくれた人。これユウさんじゃなかったか。ちえちゃんだっけな。どっちだっけな。スパイダーマンを今日着てますということで OK。じゃあ下で待っといて。これいいよ。持ってってあげる。持ってっていいよ。もう使わないの。使うけど、あげるよ。とりあえずもうパパこっちあるから OK。 そっちはパパね。大きい方やめて。はい、みんな待ってるから。はい、なんでちっちゃい方。ちっちゃいの柔らかいからいいじゃん。はい、ちっちゃいのはっちゃんのだけ。はっちゃんの。はいし OK。 じゃあバイバイって。バイバイ。はい、ということですみません。この飛び込んでる絵をどうしても説明したかったそうなので申し訳ございませんでした。だいぶ集まってきましたね。上手って言ってるよ。うまいって言ってるよ。よかったね。お兄ちゃんね、ありちゃった。すみません。よいしょ。それでは、始めていこうと思います。じゃあバイバイ。すみません。今日はアクリル絵の具をやろうと思っております。アクリル絵の具ですね。ちょっと大きいです。B3 サイズなので、ですね。それでこう描くものはこちらですね。こちら。でアクリル絵の具でちょっと偶然的な表現とかをなるべく多く活かしながら、すみません。お兄ちゃんが突然絶対出たいと相当言いましたので急遽、こういう状態になってしまいました。こちらの方ですね、梅林的な感じを描いていこうと思います。昨日のですね合手の動画ありがとうございました。なんかめちゃくちゃ調子がいいですね。久しぶりにね。あんまりこう調子がだいたい平均的なんですけど非常に調子が良かったので編集のみちみちさんありがとうございました。良かったですね。あとウッドクラブさん、スパイダーマングッドということでございます。これちょっと待って、チャットポップアウト。よいしょ。ということで、進めていこうと思います。バイバイと絵描き猫さんもおはようございます。コロコロさんもおはようございますと。うまいと。スマイリひろみさんもおはようございますと。おーいって言ってますよ。で、ですね。やっぱアクシデントに弱いライブ配信でございます。こういう風にね、何やったっけ、これ、キッチンペーパーですね。キッチンペーパーを水に今、筆でこうやって浸しただけですけどね。ちゃと浸しました。で、僕ちょっと最近ですね、なんかアクリル絵の具山ほど使ってるんですけど、この辺りでいいかなというのが少しあって、ここビローンと広がってくるの嫌なんで、いつもマスキングテープを貼ってます。で、ですね、この辺りである程度僕いけるんじゃないか説、白ですよね。普通にチタニウムホワイト、それもまた近々動画作っているんですけど、ウルトラマリンブルー、茶色がバーンとシェンナ、マースブラック、黒は何でも、ピッチブラックでも何でもいいと思うんですけど、
あら、フタロブルーがあっちか。これはね、パーマネントグリーンライト、あとカドミウムレッド、で、カドミウムイエロー。この辺りである程度いけるんじゃないか説をちょっと自分の中で唱えていて、で、ちょっとピンクっていうのがなかなか、大きいチューブ型のが売ってないかったので、で、この辺でいいかな。マゼンダとか、キナクリドンマゼンダとか、マゼンダ。あと、青系がね、フタロブルーみたいな色。ちょっとごめんなさい、そっちにあるんで。実はこの間、あそこ、石垣島に行った際も、この辺のでかいチューブ持ってってたんですよ。これはフタロシアニンブルーですね。で、大体この辺でいけるんじゃないかなと。だから、僕はね、僕の絵ですけども、個人的にはこれぐらいでいけるんじゃないかなというふうに、思ってたりとかします。で、ちょっとこうパレットに出していきます。もう白はね、もうどうしてもこの説が正しいかどうかは、正しいというか僕が描いてる絵に関してね、大体この辺でいけんじゃないかと思ってます。よいしょ。ねえ、もうどうしても出たいっちゅうから、もうそれはね、MM さんおはようございます。ライムちゃんおはようございます。よいしょ。好評だとみちみちさんね、あとなんか編集すごいありがとうございました。本当にもう編集してくださってる今、お二方いて、小広さんとみちみちさんが今やってくれる。めっちゃ助かってます。本当めっちゃ助かってる。もう本当に動画作るの自体は好きなんですけど、やっぱりこう、字幕入れたりするとかいう作業はどうしてもですね、時間かかるので、10分1時間ぐらいかな、ペースで言うと。そんな感じかなっていう。だから40分のやつやったら4時間かかるとかなんですけども、そういうのやってくださってもめっちゃ助かってます。感謝です。ありがとうございます。前田さんもおはようございます。マシカシさんもおはようございます。合ってんのかな、マシカシさん。J 渡辺さんもおはようございます。杉若さんもおはようございます。杉若さんってあの方かな。杉若さんってこの人かな、絵描きさんかな。だいぶ前から僕あれかな、杉若さんそうかな、かもしらんな。だいぶ前から僕知ってるかな。クリムソン、これキナクリドン、これなピンクとか出すときですね。この辺にこう出しておくと。どの辺で偶然使っていこうかな。ちょっと今日パレットがあんまり見えないですけど申し訳ない。B3 というサイズで結構大きいです。大きいサイズでやっていこうと思います。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。よし、じゃあやっていきます。前振りがちょっと今日は非常に長くなってしまいました。濃いめでいいです。もうこう輪郭アクリルの場合は僕はもう 6B。で大きくまずこうですね、この辺りかなとかっていう位置をズドンズドンとこうズドンで、この辺りかな、ズドン、よいしょ、この辺りかな、この辺りかな、この辺りかな、よいしょ。あとこの右下の QR コード、ちょろっとすみません、だいぶあれですね、増えましたよね。良かったですよね。まだまだ多分目標には達していないとは思うんですが、あれの方ですね、ちょっと私も2、3日確認できていないので、ちょっと QR コードをなんとか読み取れんかなと。この画面にはでは難しいか。だいぶ目標値まで、目標点までまだ行っていないですかね。どこやったっけ。ちょっと探してます。西房先生の、わ、230万、すごいですね。目標の 77% までいってるそうです。見えてますかね。77% ね、もう本当にもし興味ある方、興味というかね、ご協力いただけるという方、またおられましたら、もう一歩ですんでね、みんなで協力してですね、突然なんかこう被災とかねされた
でもう途方に暮れてやったでしょうけども、でもその300万じゃ多分足らないと思うんですけどね、私もそうちゃうかなと思ってその動画を見て、応援してくださったという方も多いと思いますし、このライブ配信を見て応援してくださった QR コードから読み解くと、クラウドファンディングのページに、向かいます。でクラウドファンディングっていうのは、何かをこうやりたいなとかいう時とか、なんか困っているとかっていう時に皆さんからのご支援をするというもので、寄付なんですけども、なんか東京芸大とかもなんかやってましたね。ちょろっと見てたらなんかね、音楽の方でしたね。なんかコンサートみたいな感じで、なんかこういうコンサートがあるみたいなのとかやってましたね。大きなですね、まずね、位置とかをこう頂上のちょっとこの写真より横長なんで、ちょっとどうしようかなと。こちらのこう紙の方がね。よいしょ。よいしょ。目標ね、すごいね。もう本当に、でも、多分ね、僕の予想はもっともちろん全然もっとかかると思うんですけど、そういうのをちょっとでもね、不安を取り除けて、幸福回転とかも確か、春やったような気がするんですけど、出せないんちゃうかな。ね、でも少しでもそういう心のね、あれできたら。土曜日は多分先生教室されてるんじゃないかな。なんか土曜日は教室なんでとおっしゃってたような気がするので、もう一歩ですのでね、もし協力いただける方、本当になんか東京告白がやったやつがね、最近やった話題になりましたけども、告白のやつは9億円集まったっていうねすごいなと。返礼品もすごかったですけど、いろんな面白いもあってね。でも国立の施設がそうなんやと思うと、お金足らんっていうのを思うとね、なんかね、どういうふうにこの国はなっていくんだということを思ってしまったりしますが、これはですね、伊万里っていうところですね。伊万里というところの梅林やったと思います。去年行ったんですけどね、この辺のこうピンク白とかね、桜とかでも代用できるかもしれませんけどね、今日ちょっと僕もどうなるか今書きながら、鉛筆下書き書きながら考えてるんですけどね。よいしょ。どうなるかな。よいしょ。ちょっと画面暗いかな。そうでもないか。よいしょ。これぐらいで進めていこうと思います。よいしょ。よし。じゃあ、早速書いていこうと思いますけども、不安やったらば輪郭なんかなぞってあげてもいいですよ。もうアクリルの場合とか不安やったら輪郭線をなぞってあげてもええかなと思います。あんまり筆がないなどうやって進めていこう。水浸し作戦でいこうか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ビュー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 。山鹿ののんさん、今朝もライブでお会いできました。今日寒いですよね。うっすら雪混じってたようなさっき気しましたもんね。うっすらと。よいしょ。よいしょ。8時50分ストップ。びしゃびしゃ。大きいハケとかがあれば、そういったもので、代用できてもええかなというふうに思います。よいしょ。で、全体的に、若干これウルトラマリンちょっとね、おじさん自体がどっか行けばええかもしれんな。ね。ここでも見にくいか。難しいな。ウルトラマリン。よいしょ。バーントシェンナ、ウルトラマリン。どの辺からいこうかな。この辺からかな。ピッ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 。
もし質問あったら、またつけるの忘れてましたね。星印でということで、頭に星印をつけてください。よいしょ。よいしょ。で、名古屋に移動中ですと。SH さん、SH さんありがとうございます。初めてなので、うんぬんかんぬんということで。いや、もうね、初めての人も遠慮なくね、嬉しいですよ。ね、初めての方も。時間を決めてやるのは、朝ね、もう、緊張感ありますけどね。僕はあんまり時間は苦手っていうか、守れる人なんですけどね。でもやっぱり時間決めてスタートした方が皆さん集まりいいですね。やっぱね。全然違いますね。こんな違うんかと。よいしょ。大きな濃淡をつけていきながら。そう、初めての方も遠慮なくしてください。もうコメントね。めっちゃ嬉しいですよ。で下のこのグリーン系みたいなのはもうある程度暗めに、ちょっと影のイメージというか、影のところのイメージみたいな感じで、次何かを必ずする。またティッシュ、ティッシュも。よいしょ。この辺も乾いてた。お兄ちゃん、昨日上げた動画は、ぜひぜひ YouTube に上げてくれって言うてたくせに、先ほど妻と、見たら恥ずかしいって言ってました。って。恥ずかしいね。自作の歌。次は仮面ライダーを歌うって言ってました。自作の歌やからね、のにね。仮面ライダーを歌うって言ってました。よいしょ。で、後ろの方のですね、こちらの山ですね。こちらの山に関しては、ちょっと白とかを入れて、グレートーン作って、恥ずかしいって言って。よいしょ。ビシャ。で、昨日上げた動画ですね、合手の動画です。まだ見られてない方はぜひ見てください。ちょっと出だしは似てるかなというふうに思います、出だしは。スパイダーマンになりたいと言ってる弟がいます。恐怖を感じますね。お兄ちゃんと同じものじゃないともうダメなんですよ。もう本当に。もうパン一つ買うでも、お兄ちゃんと同じものをもう買うてですね、二つずつなるという、もう今ね、せやないとすぐ喧嘩になります。かといって、ね、今んとこまだ、お下がりとかに文句は言わないので、ほとんど 98% お下がりを着ております。次回かその次の鬼好評にヌードです。黒木出そうと思う。もうヌード全然通常版で大丈夫ですよ。一回もまだなんかクレーム来てないので、皆さんのね、写実レベルが高くなってくれば、もしかして来るかもしれないけど、今のところ皆さんの技術だと、AI 君も大丈夫っぽいですよ。絵っぽいねっていう感じで、クレームがほぼ来たことないですけどね。たまに来るんですよ、やっぱりね。特に著作権関係なんですけどね、もう音楽とかがね、後ろで例えば、ちょっとでもなんか流れてたりすると、これ著作権に引っかかりますみたいな感じで来たり、とかなっても削除したりとか、僕の動画というより、なんか子供の運動会とかね、みんなそういうのとかで、ひたすらモザイクかけまくって、上げれそうかなと思って上げてみたら、後ろに薄く流れてる音楽に反応してくれたりですね、AI 君、賢いですね。優秀ですね。いいですよ。多分ヌードに関しても山田五郎さんの背景のなんかヌードの彫刻っぽいのも OK っぽいもんね。あれぐらい結構写実的ななんかね作品がすごくいいテラコッタかなんかだと思うんですけどね、すごくいい作品やな思ってますけど。ビューまだ偶然っていうよりはある程度ですね。でもこのにじみとかも偶然ですよね。使ってってます。
大丈夫ですよ。若干怖いなと思ってるのは、ウィズ・アルファさんぐらいかな。やっぱ写真家の人やから写真撮るのが上手やったりするからね。こうちゃんとさん、髪をハケで濡らすと霧吹きで濡らすのと何か違いあります。いや、同じだと思いますけどね。霧吹きなめって近くなかったっていうのと、霧吹きよりもっとジャバジャバにしたかったからハケの方がジャバジャバになりますよね。ジャバジャバにっていうところの違いかなと思います。ちゃんてとさんもありがとうございました。近々ね、全然思ってたよりヒゲの濃さが違いましたね。もう僕のイメージもっともうめちゃくちゃもう目しか見えへんぐらいかと思ったら意外とそこまでじゃないやっぱり印象っていうのはなんか人をこうね、もっとなんか強烈なヒゲの量やと思ってたんやけど、全然思ってたのと違いました。もう本当皆さんにはね、期待ちゃうな1000人ですね。いわゆるこの動画で何度か言ってます。1000人というやつです。名前読んでないのもあったらごめんなさいね。自作の歌まだ歌って読んでないかもしれません。杉若さん、そうだよね。多分そうかなと思いました。杉本さん、おはようございます。テレビで拝見してますと。もうちょっとしたらあの辺りね、桜のなんかね、あそこでもうできんかなってちょっと画策してみようかな。4月のあたりですかね、あの辺は。あのあたりのすっごいもう今桜のなんか名所みたいになってるとこあるんですよね。ブワーっと。ちょっとずつ乾いてきてます。いいですね。これぐらい乾いてきてもっていいです。で、この筆のこうタッチみたいなのも少しですね、残しつつというか、少しこう影の色になってくるようなイメージでもこの辺乾いてきてますね。素晴らしいです。よいしょ。少し思ってるより暗くですねしていってます。カリノさんって初めてかな。PIABC さん、おはようございます。アーカイブで拝見しますと。よいしょ。でちょっと若干全体的にはこう暗めに、でもこことここのこう奥行きみたいなのが少し出るかな、出すかなという。ちょっと画面がなんかずーっと暗く見えるけど、大丈夫かな。ごめんなさいね。問題ないか。よいしょ。梅林いいですねと。先週浜玉のしだれ梅を見に行ったら散ってしました残念。これ伊万里でしたっけ。なんかね、ここのね、今日とかなんかちょっと考えたんですけど寒いですもんね。今日なんか佐賀県も寒いですもんね。さっき僕パン屋に行ったんですけど、もうめっちゃ寒かった。ちょっと雪が混ざっていたような感じが。九州でもね雪降るんですよ。北部の私が住んでいるところは熊本と、長崎と福岡の、ね、間ぐらいにある、どっか探してみてくださいね。どっかあるんですけど Google マップである大きさまで引いたら都道府県名が消えるというですね九州では唯一消えるというあの衝撃は。ちょっとグラデーションを作ってます。グラデーション、確か佐賀っていうところと滋賀っていうところが似てますよね。佐と滋ですもんね。ふうみんさんもおはようございますと。みちみさんのね編集ね、ちょっとずつクオリティが上がってきてるね。助かるよ。もうめちゃくちゃ助かる。もうほんと。大体の位置ね。よいしょ。でなるべくちょっと暗いところというところも影にしておきました。よいしょ。ちょっとすみません、ティッシュを取って、ティッシュの消費量が
浜玉やったらあれですね、唐津ですね。浜玉にそんなんあるんですか。よいしょ。ピッ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 。先週やったかな。先週も1週間経つの早いな。先週あそこの何やったっけ、ドングリスメルヘン村かメルヘン村っていうとこ行ったんですけど、梅とか綺麗に咲いてましたよ。空の色、どういう色にしようかな、迷うとかね。若干このマゼンダっていうのちょっと混ぜたら紫になるんですよね。紫っぽい感じにしといて、乾いてないうちにちょっと一層ね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もし質問あったらしてください。もう初めての方とかも遠慮なく。よいしょ。これ一旦これで乾かしますね。乾燥中。すみません。完全ではないですけど、ドライヤーで乾かしました。これ山鹿ののんさんでいいかな。山鹿ののんさん、絵の具ののせ始めは色の濃淡、暗いところからですか、遠いところから描いていってました。これ描く絵によってまた違うんですよね。まあこのアクリルの場合はこれも一概には言えないんですけど、まあ今回やるのはどちらかというとある程度こうモチーフの影の色をまず一気にある程度影の色に近いような色を作っていったという感じです。だから一概に方法論があるわけじゃないので、アクリルの場合とか透明水彩の場合とか油絵の場合とか、描く絵によってもまた違うし、その辺がこういう奥から描いていかなきゃいけないとかっていう決まりは僕はないと思ってます。すみません、あまりね、これスポンジ、スポンジをちょっと切ったやつです。ちょっと待ってですよね。その辺がね、こう考え方をこう変えていかないといけないんじゃないかというのが私思っているところで、こうしなきゃいけないとかっていうことじゃなく、どうすれば良くなるかなっていうふうに常に考えていかないと、こういう書き方がどうですかとかそういうことではなく、ね、難しいこと言うてますけどね。ね、スポンジは普通はね、なんか食器を洗うもんですけどでこれも紙に書いてますけど、通常は板に書くこともあるし、キャンバスに書くこともあるし、
こうじゃなきゃいけないという考え方をまずぜひ私の視聴者になられる方は厳しいけど厳しいんだけど排除する。まあダメなことっていうのはいくつかあると思うんですね。例えば転写するときにカーボン紙っていうのはあまりこう僕は賛成ではないですよと。なぜなら完全には隠蔽できないというか、後からこうカーボン紙の、色とかが出てきてしまうことがあるのでとかね、油絵の上にアクリル絵の具とかはまあやめた方がっていうか、まあほぼやめた方がいいかなと。で理由は油絵は乾くのが遅い、アクリルは乾くのが早い、その程度なんですね。僕が多分あかんって言うてんのはまあ失敗したら失敗したでね、僕皆さんの絵なんでね知ったことじゃないですよと。アクサクサさんだから、アクサクサさんだから、ありがとうございますとF なあみさんおはようございます。松岡さんもおはようございます。これなんていうのこれ一個じゃなくて、青いかな、青い小鳥さんか、おはようございますと。青い小鳥さんもあんま初めてかもしれない。末中さん、明日は牛尾梅林祭り。これ牛尾めっちゃ今日寒いですよさっき外出たら若干これ牛尾梅林かな。どこやろな。少しこういうのね、ご偶然っていうかこう叩いてね、ピッ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 と。これ牛尾梅林かな。まあ、隙間に見える緑とかも梅ゼリーが絶品ですと。笹葉さんもおはようございます。よいしょ。で例えば、こういったものを少し毛先の硬い筆、これも100円ショップやったような気がするんですけどね、ちょっと水で、白溶いてちょっとこうピンクマゼンタですかね、これ何だったっけな、こう入れてこの辺かなという。まあ、上の方となんかマスキングとか、紙でも引いといたらええかもしれませんけどね、めんどくさいのでやりませんがよいしょ。梅林桜もいいですけどね、梅もいいですよね。ちょっとね机とかがめっちゃ汚れてしまうというところが問題ですけどね。よいしょ。でちょっとこう筆とかをしまった、今日汚れたあかん服着てたズボン履き替えるの忘れてたしまった。こういうので少し叩いて、ちゃんとね場所見てますよ、ここかなとかね。スポンジ楽しいですよ。さすがに旅には持ってってなかったですけどね
で、少しこういう、これも多分100円ショップのなんか叩き筆みたいな感じだったと思うんですけど、叩き筆っていうかこういうなんか絵の具すり込んだりするようなやつやったと思うんですけどね。あんま記憶してませんが。こういうまあ偶然的な、まあもちろんね、こういう雰囲気で、ペン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 。よいしょ。少し土が見えてるとことかね。よいしょ。どちらかというとこう透明水彩に近いようなアクリルを多めにしてきましたけど、ちょっとこう、まあ、油絵に近いってわけではないけども、少しこうね、アクリル絵の具の特性みたいなものを少し活かした、今日は絵を描いていってます。アクリル絵の具のですね、少し厚く塗ることもできると。まあ、乾くとどうしてもですね、絵の具が、水分飛んで、薄くなりますけども。よし。1層目が終わったら少しね2層目以降を描いていこうかなと。まあ、結構まめにパレットを僕は掃除します。綺麗に飛びますね。よいしょ。でちょっと後ろの山とかね、そのあたりとかを描いていこうかなと思いますけども、まあ、こういうところはやっぱりこう後ろから描いた方がいいと思います。後ろからね。で塗って、しっかり混色してね、塗って、で乾かんうちに下の方ですねをちょっと白を多めにして、で山の上の方がちょっと明るくなってる、暗くなってる感じ。手前の山も同じです。でも後ろよりもちょっと濃くして、何色かな。でも僕はなんとなくこう紫っぽく見えるので、よいしょ。で下の方行くと少しこう白っぽいのがビャッとかかっていると。でこちらの外側からこう形をこう決めてあげて、向こうに見えるですね少し緑の形を決めてあげて、よいしょ。よいしょ。少しね外側からこう形が決まってくる。わかりますか？最近スポンジを使いたいなと思って、海面はどうですか？もう海面でもいけるかと思うんですけどね、多分ね僕この結構ザラザラしてる感じ、海面だとかなり柔らかくないですか？スポンまあだからそれなんか使ってみられても全然いいと思うんですけど、かなりこう私個人的には、かなりザラザラしている方がええなと思いますけど、海面はどうやろうね。海面でもなんかこうざらついてたら問題ないんちゃうかなとは思いますけどね。とにかく100円ショップなんで。とにかく100円ショップなんで、はい、のやつですね。で、ちょっとこう、空の輪郭を描きますが、ちょっと一回ドライヤー乾かさせてください。すみません。またドライヤー。
すみません。まあなんか僕あとはここの角をねちょっと切ったりして使ってるんですよ。ここの角をねこうまあなんかこの四角の形がガチッとこう、ね、スタンプ状に出てしまうから少しこう角を落とすというかっていう感じでやってるんですよ。すみませんね。なかなかこれも伝わりにくいかな。まあこれが合ってんのか間違ってんのか知らないですよ。僕もほんと適当なんで。でちょっとこう角を落としたような感じわかりますかねっていうような感じで使ってますけどね。ちょっとすみません、一番上の空の部分を描きたいと思います。もし質問あったらあえて星印をつけてもらえるとすぐ気づきます。頭に星印をつけてもらえるとすぐ気づきます。でなるべく多めにつくともう途中でなくなってしまうのが一番厄介なんで、もうとにかくこれかなと思う色ができたら多めに作ると。どんな色がいいかな。カメラがあってねもうベタやね、こういうのね、ベタ塗り。でよく混色したのを置いとくと。ちょっと今のでも足らんかったぐらいですもんね、実はね。筆の根元にね絵の具がたまるんですよ。それをねなんかこそぎ落とす。よいしょ。およ。こういうところはもうねめちゃくちゃ慎重になりますよね。で2層目で、ただものすごい強いですけどね、これを後でもうちょっとなんとかしようかなというふうに思いますけれども、これで2層目が2層目というか空とかこういうところとかも若干2層目的なことができました。で、少し、水を多めに溶いて、今まではどちらかというとしっかりと絵の具を混色してたんですけど、水の割合を相当多めにして、いわゆるグレーズとかグラッシュに近いような感じで、水を多めに溶いて、少し下の絵の具も透けてくるぐらいの感じかなという感じで、水を多めに溶いて、ウルトラマリンブルーとバーントシェンナで、ちょっと紫っぽくなります。でこれにほんの少し黄色とか入れてあげたりするとちょっと緑っぽくなったりするので、少し緑の雰囲気みたいなのを少し出してあげたり、ちょっと枝があったら枝を描いたりとかしながらでこの際本当に画面をちゃんとこっち側だけに寄ったりしないように、画面の中で、全体を見ながら構成というのも少し考えながら影になってきているこの辺かな。よいしょ。
ぜひぜひこうコメント初めてという方とかね、そういう方も遠慮なくしてください。アウトプットは大事ですよ。もうね、本当に、遠慮なくもうねアウトプットしてください。変なコメントやな思ったらそーっと消しますからそーっと消しますから。でこういうところなんかこうちょっとこうグレーズといって、少しこうやってみたら薄くこう塗ってみたら影に見えてきたり、ちょっとこう丘になってるというかね、そういう感じも出てきますよね。まあこれだけでもうなんかね少しこう雰囲気が出てきてね、また雰囲気がね雰囲気が少し出てきてる感じしませんかね。よいしょ。少しここでこう必然的な仕事を少し入れてみました。でまあここなんかね、手前に比べるとだいぶ奥の方なんで、後で少しね奥行きを出してあげてもええかなと思いますけど、とりあえずはまあ形をまず追いかけるような感じで、少し描いてみました。ガッシュとかマスキングで試しても面白いかなと拝見してます。ガッシュとかをマスキング、どういうことかな。お花の部分をスポンジで叩く方法、面白い効果が出てきますね。透明水彩の上にガッシュとかでマスキングしても、ガッシュでマスキングか。透明水彩ガッシュ、まあマスキングというかまああれですね、白で描くってことかな。よいしょ。面白いと思いますよ。全然できると思う。うわうるさい考えられんぐらいうるさい弟のうるささが絶好調になってきててですね、お兄ちゃんのがまだちょっとマシになってきてますもんね。弟が恐竜化がひどいんですね最近ね。今朝もパパ嫌いって言われました。もうイヤイヤ期というやつですね。いや言うてますよ。ほんとうるさいですよ。お父ちゃんが買ってきたクリームパン嫌って言って、チョコレートのなんかこういうパンじゃないと嫌って、もう売り切れてないごめんって言って、すごい人気ある店なんで、すっごいもうボロクソ言われました。今日ちょっとグレーズグレーズしようかなと思ったりしてますけどね。でちょっとこうもっと水で多く薄めたら、この影の部分というとかに、影の効果みたいな感じでこうグレーズ下の絵の具とかがですね、透けて見えたりもしてきます。まあ、今回の絵は全体で進めてますけど、まあ、このぐらいまで来たら今度はこう奥行きとかをこう出していく意味で奥から描いていってもいいかもしれませんね。マダムスカイミンミさん。マダムスカイミンミさん、はじめまして。メンバーありがとうございます。最近。ね、マダムミンミさんって。うちの飼ってた犬がミミやったから、まさかうちの袋かと思ってドキッとしましたけど、多分違うっぽいので、安心しました。やめてほしいですね。お袋にこの年になって監視されるの地獄ですからね。多分違うなと思いながら、ありがとうございます。エリリンさん、エリリンさん、エリリンさんあれ言いにくい。エリリンさん、エリリンさんね。難しい。トシさん、いろんな技術ある。まあ技術なんてもうね、無数にあると思いますよ。自分らでこう編み出していくということもできますからね。という感じでですね。よいしょ。でまたこういう感じになってから少し水気は取ります。水気はね、またこういうこうねガッとしたやつで
自分で編み出せると一番いいですよね。僕も多分いろいろ編み出してるんでしょうけど、別にね特許取るわけでもないし、そして隠すわけでもないというね、おじさんの場合ね、独特な。いいですよ、皆さん良くなれば。でなんかね、堂々とありがとうございます、使わせてもらってますって言ってくれたら嬉しいですしね。隠す必要なんか一つもないと思ってます。今までも本当隠してこなかったんで、今更なんかね、よう言われるんですよね。昔のコメントとかをなんかたまにこう昔の絵とか動画とかにコメントくださるから、こうそれに返した後に昔のコメントとか見返すと、こんなに技術とか教えて怒られないですかとかあるんですけどね、怒られて謝ろうっていう感じですよね。もう一つ渡してください。東京生まれですと。先生の3つくらいおばちゃんですと。お、じゃああれか、50ぐらいかな。言わんでよかった。ごめんなさいね。よかったよかった。うちの袋だと地獄やなと思ってたんで。よいしょ。少しね、こうまた叩き筆みたいな感じのに毛先に絵の具つけてこう叩いてます。しっかりね、そこの色、ちょっとピンクみがかってるこう品種の梅が多いのかなとかですね、ちょっともう枯れ出してるところかもなとか、なんかそんなこと考えながらやらないと、ただ闇雲に叩くんじゃなくて、この辺なんかちょっと枯れ出しとるなと思ったら、ちょっとね茶色とか入れて、みたいに。先生より5つぐらい年上かな。じゃあ大体こう10かな。もうやり終わったらそれで終わりじゃなくて、例えばこういうところとかもまたスポンジだけやなくて、ね、こういうので見て、光ってるところとかをちょっとあれやってみましょうかね。グロスポリマーメディウムグレージングやろうか。よいしょ。まあこんな感じで、ですね、やってってます。白馬の旅に関してはちょっともうほぼ定員かなと相当な人数になりましたので、北海道の方も募集しております。もし興味ある方いたらね、メンバーシップの方だけですけども、ちょっとそういう動画上がってますので、よかったらご覧ください。よいしょ。こんなんね、油絵とかでも使えそうでしょ。乾いたかな。よいしょ。こう水入れも私こうちょっと見せると、アクリルの場合はめっちゃ汚いとこね。で、それの次に汚いところみたいな、ここで一回こう、まあティッシュとかで拭き取った後とかにここにぐちゅぐちゅってやったり、まあライブ配信の場合時間ないので、ここでぐちゅぐちゅってやって、で、次に汚いとこ。で、ある程度綺麗なとこみたいにちゃんと水入れの使い分けみたいなこともしております。考えとるね。よいしょ。ちょっとおじちゃん、老眼がひどいので。で、ちょっと中継、この辺りとかを加筆しつつ、もし質問あったら遠慮なくしてください。少し加筆しつつ、ちょっとグレーズとスカンブリングみたいなのも今日はやろうかなと思いますので、そこは偶然ではないかもしれないですけど、この辺にちょっと、ここ駐車場やね。私の車も、当時の車あるかもしれない。燃費の悪かった車。
もうちょっと緑が入ってね。こうやって近く寄ってみると、やっぱ全然違うな。まあ、塗り残った色が影の色に見えてくるので、やっぱ初めの仕事がいかに大事だったかっていうことが皆さん分かってもらえるかな。塗り残った色がそんなに違和感なくこう溶け合ってるというかですね。で中継ぐらいにこう中継から奥のこの辺りにこう建物みたいなのが空が屋根が光ってるな思ったらちょっとこれ書いといて、ちょっと筆細いやつがね。質問なのですが、よくごちゃごちゃ描きすぎると言われますが、多分先生みたく馬上手ないからなのか、透明水彩はどこまで描き込むのがいいか悩んでます。抜きというか余白というか白が残った方がいい気がします。なんか描きすぎによってね、色が汚くなっていることが起こってるんだと思うんですよ。言われたりとかするってことは。でやっぱりある程度こう紙と画材というものをなんかこうまくですねやってないから書きすぎという、この書き込みのことでは僕意外となくて、書き込みは細かい仕事とかしていいと思うんですけど、その紙と、色の絵の具とのなんかいい塩梅みたいなのを分からずにこうやりすぎてしまっているということがよくあるんちゃうかなというふうに思うんですね。だから書き込む時間は別に長くてもその紙と水彩絵の具とそのバランスさえ保てれば僕はグイグイやってもええと思ってますけどね。でも皆さんの絵見たらやりすぎて色が悪くなっていってるなと。だからそのことをなんかこう理解できたりなんかこう感じれたりできるといいんですよね。言いたいことわかります？ちょっと抽象的な表現で申し訳ないですけど、皆さんの絵見ててよく思うんですよね。僕もね、もうちょっと前のが多分綺麗やったんちゃうかな。僕も動画の中でたまにありますよ、そういうの。やりすぎたとしましたとか。アクリルとかはあんまないですけど、透明水彩はよくあります。往々にしてあります。やりすぎたと。ちょっとなんかそういうのをちょっと参考までにお見せしましょうかね。ちょっとこの絵も乾かすような感じにしている間にでも少しもうちょっとやらせてください。確かにそのなんかやりすぎた絵とそうやない絵を探せるか。絵の具さん遅くなりました。牛年ですと。自分の絵でね見せてそれが比較っていうか分かればそれはいいので、もうちょっと待ってくださいね。で後ろのこう暗い建物とかはちょっとこう慎重になりながら暗いというか書き込みに関してはなんかやれるだけ一回やりきってしまってもういいと思うんですよね。なんかね。でもこう見せ場とそうやないとこみたいなのが少しね、皆さんそれが分かんないのよねっていう大体声がねいつも聞こえてきますけどね。いい例があるな。で髪が結構傷んでしまってるという人も傷んでそうやなっていう、本物見てないからね断言はできないですけど、そういう人もたまにいたりしますけどね。でもそこからなんかリカバリーしよう思ったらなんかできるというか絵は思ってもういったれと思ってリカバリーされてもええと思いますしね。よいしょ。
これ安い筆なんですけどね。よいしょ。まあ、少しこれでもこうかすらすようにこう書いていったりとかですね。この中継のこの山の緑のモコモコとした感じも少しこうですね、筆のこう筆致を生かしながら、もし皆さん質問あったらしてください。一応なんとなく土曜日の午前中は定例にしてますけども、前日にだいたい予定が明日行けそうかなと。ただチビたちが起きるか否かが大事ですけどね。今日も危なかったですが、私はもう4時からずっと仕事してますんで。よう聞かれますけどね、何時間書いてるんですかって。書ける時間だ何もでも書いてますよ本当に。よいしょ。少しこうざらついた質感の上にね、こう滑るようにこう書いていってみたい。今までパルプ混合を使ったのに、別にパルプの混合でも僕あんま何がどうと分かってないから別にそんな悪いとかも思わないけどね、どれがパルプなのかどれがもう僕はもう感じたこと本当ないんでよう分かってないんですけどね。パルプとの混合の方が安いんですか、コットン 100% よりもそれさえ分かってないんですけど、僕はもう先週ねそんな話結構なって、私本当に分かってないっていう、もう天然なんで、その辺はお許しください。何よりもね、その状況で絵って描けるから最低ですよね。そしてそれを楽しめるから、おじいちゃんは。ちょっとスカンブルとグレーズをちょっとやりましょうね。どの辺にしようかな。よいしょ。ちょっとドライヤーで乾かします。
すみません。四十肩にはならないです。なんでか知らんけど。ちょっと若干危ないかなと思ってはいますけど。で、例えば、どこや。例えば、例えば、まあ、ここのところだけまずこう、なんていうか、空より向こうの方ね、要はここから向こうとかを、ちょっとこう、例えば、スカンブルって言って、もうちょっと白くね、してあげるとかっていう風にしても面白いかなと思うので、例えば、水を多めにして、まあ、白だけでもいいんやけど、ほんの少しね、なんかちょっと色入れておきたいですね。ほんの少し青とか、何色かな、黄色。多分緑になりますよね。少し紫。青。例えばちょっとこう。もうちょっと水入れればよかったと今後悔してます。そういう時はちょっとね、一気にね、少しこう白くもやがかかったような感じにできたりとかしますしね。もうちょっとこの辺もまで持ってきてもいいかな思ったら、ちょっと奥に行った感じしますよね。で、ちょっと手前の方ですね。綺麗なね、こういう時にね、綺麗な水の水入れのね、ないとあかんと。よいしょ。で、絵皿を用意しておいて、手前どうしようかな。ウルトラマリンあたりも無難なね、ウルトラマリンブルーとほんの少しの茶色を入れて、で赤と茶色みたいな感じなんですけど、そうすると紫っぽくなるんですね。ちょっと赤バーンとシェーナ入れすぎました。よいしょ。このぐらいしとこうか。小滝さんおはようございます。杉若さん、またアーカイブで勉強してください。まあ量はね、どれくらいかな。このぐらいのサイズやったらこのぐらいかな。まあこの量もね、まあ皆さんいろいろ実験してみてください。量を混ぜて。で、これはどっちかというとさっきのはこうスカンブルって言って、まあちょっと白をかけたような感じでしたけど、今度はこれはグレーズといってちょっと乳白色みたいになりましたけど、今度はね、この辺の手前の方あたりをちょっとこう深みを出すイメージで、まあ大きいハケの方がいいですよ。ちょっと今近くにないので。こういうふうに部分的にこうやることもできるわけですよね。部分的にね。よいしょ。よいしょ。そうするとだいぶこう沈んだ感じになりますけど、まあ、途中段階としてはこれプロセスの中ではこういった段階があってもいいわけですよ。よいしょ。こういう段階ね。
これやるとどうしてもね、こう光ってしまうというねいつもその問題が出てきますが、お許しください。こんな感じで、少しこうグレーズという感じでしてみました。そしてまたここに明るい色を、ちょっとこう明るい、梅の色とかを抑えた。で、そこにもまたぐっとこう強めてあげるみたいな。よいしょ、アクリルです。油絵でもできます。よいしょ。怖くてグレーズもスカンブルもできます。トシさんは鑑賞専門ですよね。よいしょ。ちょっと乾いてからのがいいんですけども、時間的にね、1時間経過しましたんで。よいしょ。ちょっと緑がね。こうやってこう、この上もゴシゴシこうパレット拭き取りながら続けていくと、ある程度こう保てますもんね。だから今4回目ぐらい、何回目ぐらい拭き取ってんの。まあ、乾いてくると少しこうツヤが出てくる感じですね。どうしようかな。ちょっとこれもペンディングで。よいしょ。さっきの筆どれやったかな。これか。少しこうなんか枝からピュッとこう立ってるような感じ。なんかこう立ってるように花が咲いてる感じ。ワンチンを忘れた。少し毛先をこう潰したような感じで、あかん、あんまうまくいかん潰れ。下の絵の具もやっぱ乾いてないからあんまうまくいかんね。お、大人っぽくなりましたね。ちょっとね、光ってしまってると思うんでね、皆さんにはね、画面がね、見にくくなってしまいましたけどね。ちょっとしたことでね、だいぶ印象変わりますのでね。グレーズしたことによってなんかこう、梅の花の影の色を作ったみたいな感じ。そしてまたここに光を当たっている梅を描いていく。ね、花の中にも光当たっている影の部分ってあるわけですよね。っていうようなイメージを持っている、やっている。まあそういったところも偶然っていうところを活かしながらやっているかなと。いい筆ないかなちょっとこれだと大きすぎるんですよね。もうちょっとちっちゃい筆が欲しいな。まあこの辺もちょっと偶然的にこう描いていってます。本当に今日はもうほとんど偶然を使ったね描き方をやってまいりましたけどね。よいしょ。
という感じで、2層目、3層目ぐらいになってまいりました。最後ちょっと書き込みをしようかと思いますので、一旦思い切って、この辺とかにね、こう溜まってますので、ちょっと時間かけて乾かさせてもらえたらなと思います。よいしょ。よいしょ。それではマッチ持ってきとけよって話ですね。ちょっと紙書きすぎて紙がどうちゃらこうちゃらの件は今回ちょっとご了承ください。ちょっと やることが多すぎて。よいしょ。まあなんかこういいものとかを見たりすると少し分かってくるところはあるんですけどね。まあ見てはるのかもしらんけどね。なんかね。なかなかね。で明るいので描いていくという感覚で、で塗り残ったとこが、また影になったりとか、影のまた影とかになったりとか、少しこうかすらせながら、書いていってます。うるさいね。兄ちゃん静かね。少しなんかね、こうトラクターのタイヤの跡みたいなのが見えたらちょっとそういうのも塗り残しながら、跡の影とかを塗り残してあげたりとか、少しこうかすらせるように描いてってます。だいぶここ光ってますもんね。ごめんなさいね。いいもん作る方がね。少しこういう時は絵の具の水気っていうか水分はなるべくこう使わないようにしながらやっていきます。かすらせたいのでね。相当な色数があるような絵に見えてきませんかね。今日はだから8色ぐらい、マゼンダ合わせて8色ぐらい、でやってます。マゼンダきなくり丼なんちゃらみたいですね。少し初めのこう凹凸とかを生かしながらピュードライヤーするときって温風もちろん温風です熱風強でやってます温風の強でやってますよ。
もう屋外とかにポイとね、あったかいところやったらですね、ちゃんとたさんみたいなあったかいところやったら、僕、屋外で帰ったら、火が当たるところにバーンと置いたりしますけどね。誰か来た。どっちが来た。はいはい、どうした。いいよ。パパのこと嫌いなんでしょ。うお朝大嫌いって言ってたでしょ。うわ、何しに来たん。何か来たで。なんか来たで。とく映ってないかもしらんな。あ、下向かんかカメラ。なんかしてはる。掃除してくれてる。映りますかね。掃除してくれてます。おいって。おいって。拭き掃除？ありがとう。特に何になりたいの？ウルトラマン？将来ウルトラマンになりたい？ちょっとかけすぎちゃうかな、それ。ピーでいいよ、ピーで。お掃除お兄さんが来てくれました。ちょっと無視しましょうね、皆さんね。お掃除お兄さんが来てくれました。ありがとうございます。ありがとう。朝パパのこと嫌いって言ってなかった？うん？うん。朝パパ嫌いって言ってなかったっけ？言ってない？そんなこと言ってない？で、ちょっとこう、店番に近いような梅とかがあるんやったらば、少しこう輪郭とかからでも、少しこうやってこう、ぐっとこう光当ててあげたりとかすると、まあ、ここの梅ちゃん先生がですね、で塗り残ったとこが影になってくるみたいな感じで、ね、アクリルも面白いでしょ。色もね、なんかもう悩んだら今言うたような色。チンとヒューやなくてですよ。ここ大事なんですけど。チンとヒュー系買うんやったら、もう先ほどの、要はウルトラマリンとかはもう、ウルトラマリンチンとないか。そういうのじゃなくてね、カドミウムレッドとか。多分、チンとヒュー系やとは思うんですけど、嫌いから好きかわいい。かわいい、お利口、ツンデレ。すっごい、めっちゃ綺麗だったよ。ほんまにめちゃくちゃ綺麗だったよ、ここだけ。すごいね、トークン。めっちゃ綺麗だったね。ちょっとさ、シュッシュ多すぎへんか？ねえねえねえ。ちょっとシュッシュ多すぎへんか？ちょっと映りますからね。ちょっとシュッシュ多すぎへん？トークン。ねえ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 。ちょっとやりすぎちゃう？一箇所だけのすごいもうまっさらなあれが出てきた。トークちょっとやりすぎかな。もうええよ。ありがとう。助かった。お父ちゃん掃除嫌いから助かった。トークん無視ですか？トーク助かった。トーク助かった。聞く耳持たず。トーク助かった。全然聞いてくれない人の話を。またやってる。すごいですよ。正座してやってますよ。見えます？見えへんか。正座しながら頑張ってくる。はい、ありがとう。トク閉めといて、そこ。トク閉めといて。うん、閉めて。優しくね。おお、優しく閉めた。こんにちは、埼玉りさん。いや、変な汗かくわ。なんか来ると。いや、めっちゃ変な汗かいた。熱なった。で少しこう紙の、凹凸とかを生かしながらかすらせて描いてあげたりとかしていって、最後の完成へと持っていってます。
枝とかもね、もうちょっと描きたいんですけどね。今日アクシデントがなんかちょっと多かったですね。それでも描くんですよ。ね。で、いきなり細かい筆というわけじゃなくて、まだこうかすらせながら、偶然的な感じでこう描いていってます。ね、この辺もなんかもね。よいしょ。重金属を含む絵の具はなくなっていく方向のように感じてます。代替されているのですか。そうみたいですよね。なんかなくなっていく方で、まだそこまでなんか20年ぐらい前からそれ言われてたけど、海外はもうそうなってきてんのかな。あんままだそんなに僕はなんか20年ぐらい前からそうなっていくやろうということで、どちらかちょっと代替品の方に行くんやろうなと思って、そうなったらそうなったで、なんとか絵描くんやろうなと思いながらも、なんかあんまりそんな雰囲気がないんですけど、みちみちさんなんかその辺情報入ってますなんか絵の具会社とかにね、実際行かれたりして見学とかされてたから、どうなんですかね。昔はなんか本当にこう、コバルトバイオレットとか、普通にこう、コバルトバイオレットライトやったかな、当時。普通に絵の具屋さんに顔料で売ってましたもんね。めちゃくちゃ危ないものですよ。今思えば。カドミウムとかね、そういったものとかもね、あれですもんね。ただあえて市販で売ってるってことは、ある程度もちろんこうね、基準的にはそういう免許をいらずに買えるもんやから、なんかそういう基準がね、ある程度大丈夫なんでしょうね。本当により危なくなってくると免許とか必要になってくるじゃないですか、そういうのって。少し梅の方向とかに合わせて、上の方に咲いてたりとかするとかっていうのを、ようやく調子が良くなってきた。ようやく調子になってきた。20年ぐらい前からそれ言われてたんですけどね。じゃあもういっぱい買っとかなあかんかなとかって思ったりとか。動物の毛はかなりなんか、豚さんは何も言われてないけど、ね、なんかちょっとイタチ科の毛とかっていうのはなんか手に入りにくくなってきてるような感じはするんですけどね。こういうふうに明るいところも描きつつ、少し毛先を潰したようなんで、ちゃん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 と描きつつ、桜の絵とかでも代用できるかもしれませんしね。よいしょ。お、来た。海外はカドミウム系、シルバー系とか結構減少傾向にあるように感じますと。今月また草壁に行ってくるので聞いてきますと。よろしく。すいません。よろしく言うといて、なんか宣伝してほしいものあったら、小木曽さん宣伝するって言ってたよって言っといてください。草壁さんのですね、何やったっけ、紙も、何やったっけ、ファブリアノか。ちょっと使ったりしてましたよと、なんか伝えといてください。もし言う機会あったらいいですよ。無理せんでいいですよ。いやー、楽しかった。この辺のなんかね、最後になんか昨日公開した釈迦のように梅の花を点描で最後描きたいなと思ってるんですけど、なんか筆がねあんま傷ましたくないなっていうのが本音なんよね。アクリルはね、どの辺が調子いいかな。あかん、ちょっと細すぎる。
うちょっとこの辺の筆をペロペロ舐めながらあかんとか言ってる。あかん皆さんには絶対わからない私だけの、これいいかもしれんな。私のですね、熟練の技です。でこうなんか隙間からこうちょっと見えてきたり、一本で見えてきたり、ちょんと見えてきたりという枝をですね、ちょんと見えたり、ちょんとお兄ちゃんが出だしに出てきて弟が掃除に来るという媚びへつらってきやがったな。お父ちゃんと朝喧嘩したわけじゃないですけどね、お父ちゃんが買ってきたパン食べへんとか言うたから、このパンじゃないといつもね好きなパンがあるんですけど、それが売り切れてたんですよ。ちょっと遅く行ったから7時20分ですけどね、それでも7時に開店でもう20分でそのパンが売り切れるという。なかったごめんって言ったらパパ嫌いって言われました。ごめんって言ってごめんって言ったけどね、嫌いってめちゃくちゃ言われました。朝からお父ちゃん落ち込むという、落ち込まないですよ、いつも言われてるんで。ママのことは一回も言わないですね、嫌いってね。すごいですよね。お兄ちゃんはパパ大好きって言います。パパ大好き。お兄ちゃんは横で寝てます。弟はママの横で寝てます。よいしょ。なんか質問してください。利き筆。筆舐めてもいいのですか？よくないやろね。よくないと思いますよ。はい。良い子は真似しないでください。なんか僕、毛先の腰具合とか、細さとか、そういうのを、舐めんとわからないんですよ。頭がいかれてるよね。いいんです、僕早く死ぬ分には。もう、しゃあないですもん。だって、そんな、ね、僕自身の問題やからね、タバコ吸ってる人に、健康に悪いからやめなさい言うてもやめへんでしょ。同じなんですよ。わかります？もう、本当に筆、ここで使いたい。こいつは絶好調かどうかとか調べるのには僕はもう舐めるのが一番僕にとってはね。で、皆さんはもうやめた方がいいですよ。もちろんね、なんか残ってたりとかするかもしれないから。僕はもうその舌で確認するという謎のおじさん。もうしゃあない。やめろって言われてもね、もう無理なんです。もう何十年とそんなことやってきたから。じゃあタバコ吸うてる人にね、早く死ぬよって言われてもいい。あの人たちやめないんですよ。同じ。おっちゃんもやめないし。好きなパンがあるのはまた可愛いわとね。もう本当にね、いやめっちゃ偏ってますけどね。お兄ちゃんがだいぶなんか最近変色から脱しつつあるというか、弟の変色はもう果物一切食わないですもん。もうびっくりしますよ。リンゴとかね、バナナとか子供って食うじゃないですか。もうめちゃくちゃ変色。なんか元気やしいいかなと。よし。ちょんと枝が立ってたりすると。で、最後に、1時間。やっぱかかりましたね。大きいんですよ、サイズがまず。これね、いつもよりも全然大きいです。というのと、最後に、少し大事なところとかだけでも、花びらを描いて終わろうと思います。質問ね、マダムさん、星印を頭につけてもらえたら気づきやすいです。先生わからないとおっしゃりそうですが、アーリーブルートといえばかっこいいですが、障害アートというそんなそういう枠組みなくせばいいのになって思ってるけどな。アールブリュットとかいうの、もちろんね、あれなんですけど、障害者アート、障害、別になんかね、山下清は山下清やんって感じなんですけどね。なんかそう枠組み作って回わずにそれでもいいよ評価されたらもうそれでええと思うんで、なんか僕は基本的にそういう枠組みを何でも作ることに対して、山下清は山下清じゃないですかね。今やったらじゃあ R ブリュットアートとか言って山下清紹介するより僕はもう山下清でいいと思うんですけどね。
そんな言うたらゴッホかってちょっともう完全障害じゃないですかね。精神障害でしょと思うんですけどね。でもゴッホやないですか。まあなんかそういう枠組みをこう世の中的に作りたがって、特に日本人はそういうのが好きで、どうでもええなと思ってます。だから山下清になれるかどうかですよね。山下清のこの切り絵とか、ゴッホのこのなんか猟奇的なこの渦巻きと絵の具の月とか。でもやっぱり僕両方見てもなんかこう常人ができないこう一したその技術を持ってると思うんですよね。切り絵にしても集中力と記憶力、ゴッホの色彩と絵の具の厚み、カラバジョかって完全にねちょっと人殺したりね殺すとか言ってしまってちょっと飛んでるんですよ。そういうのもいますしね。ダヴィンチだってだいぶ飛んでますもんね。イラストこうきりないですよ。どうでもいいんちゃうかなと思ってます。それでいいかな。私もなんとか評価されないので、奇抜かな。奇抜というよりなんか常人じゃできない集中力っていう方向ちゃうかなっていう。なんか奇抜というふうには思わんけどな。なんか集中力かな。過集中ですよね、いわゆるね。発達障害のこうね ADHD 型の感じ。そういう枠組みどうでもいいなと。ゴッホはゴッホやし、ね、ピカソはピカソやし、ダヴィンチはダヴィンチやしそういう風な感じかな。なんか子供の頃に山下清で一番僕初めに見に行ったの展覧会山下清展なんですよね。小学校1年生か2年生の時に高槻の、西武百貨店でやってた山下清展が美術展初デビューやったと思います。すごいなと、細かさとかすごいなと。赤坂さん、昔パリスグリーンとかヒ素系の顔料で普通に舐めても平気な舐めて大変なことになったみたい赤坂さんのそんなコメントある。筆を舐めるような人がいるからカドミウムコバルトが使えなくなるんですね。はいいやちゃんとこうねあれですよ、筆きれいに洗ってる筆の書き出しの段階よ。こんな書いてる途中で舐めてるわけちゃいますよ。皆さんね、書いてる途中で舐めたら頭おかしいですよ、それね。書き出しの段階で筆をもう毛先に一滴も絵の具がついてないような状態で舐めとるんですよ。皆さんこう間違えないね、それ注意してくださいね。この書いてる途中でこんな舐めたら頭いかれてますからね。それは絶対ないようにしてくださいね、皆さん。ということでございました。いやーめっちゃ楽しかった。もうお兄ちゃん来たり弟来たり今日なんか疲れた。疲れるわね。まああとひたすらですよ。もう言うても1時間20分ぐらいでしょこれでね。どれぐらい何分か自分で分からんとこ。いや1時間40分か。日本人は作品よりも作者のストーリーが好きって言っていました確かにね、そういうとこあるね。あとはなんか評価がついてるものが好きですよね。なんかこう例えばごめんなさいね、こうブランドとかの批判するつもりないけど、デカデカなんとかとかなんとかって書いてあったりするのとかもね、文字とかの方がその人自身よりもね目立ってしまうのになと思ってね、なんかねなんとかみたいなね帽子とかかぶってやる人とかね洋服着てやる人いるけど、僕自身はああいうのダメな人なんで、よいしょ。でもなんとかとか好きやもんな、なんかね。
はい、悪口が出ました。得意の赤坂さんが好きなんでしょう、こんなんね。久しぶりに聞いたぜ、悪口って感じ。このエンドレスにできるわ、こんな。もうやめよう。ということでございました。もうやめようとか言う。ちょっと光ってしまってますけどね、こちらね。大きいさと。バイリンを描いたというものでございました。日本一マスキングテープを剥がすのが荒いと言われて、おります。私が丁寧にやっております。丁寧にやっております。まあマダムスカイミミさんいいんじゃないですか。どうでもどうでもいいんじゃないですか。あんまりぐちゃぐちゃ言わんでいいんじゃないですか。よいしょよいしょ。僕どっちでもいいと思います。ビュー。ちょっと暗く映ってるかな。こちらの方ちょっと光って、おい、いい根性の。ということで、バイリンを描いたということでございました。ありがとうございました。以上です。終了。あ、これ、ちょっとこれと写真すぐ上げときましょうか。忘れんうちにね、コミュニティ欄の方に上げておきます。終わります。どこや。しまった。あ、しまった。あ、終了。